うららかお茶子と戸賀卑弥呼。表裏一体の2人の戦いが佳境を迎えようとしている僕のヒーローアカデミア。今回はヒロアカ最新392話ヴィラン名に対する解説と、お茶子と戸賀卑弥呼が抱える深刻な問題について考察していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。それでは行ってみよう。まずはうららかお茶子と戸賀卑弥呼のこれまでの関係性について整理していきましょう。そもそもお茶子と戸賀卑弥呼は設定の時点からお互い強い関係性を持って生み出されたキャラクターということがジャンプスーパーステージで堀越先生から明かされており、戸賀というキャラクターはお茶子を前提に登場させた。お茶子は戸賀に合わせてキャラクターを進めていたと語られています。堀越先生の中でもお茶子と戸賀卑弥呼は絶対的なペアとして重要な存在ってことなんだ。友達でもなく仲間でもないこの2人の関係性はとても奇妙なもので、戸賀卑弥呼はうららかお茶子という一人のヒーローが成長するために必要な存在だったというのは間違いないでしょう。具体的にはどういうことなの？それはお茶子が目指す理想のヒーローとは何なのかということです。デクや爆豪のようにオールマイトに憧れ目標としているヒーローがいるわけではないお茶子は、ヒーローを目指す動機は至極現実的で、両親を金銭的に援助したいという思いでヒーローを目指しました。こんなヒーローになりたいっていう理想像があまりなかったってことだね。目標とするヒーロー像がないお茶子にとって一般常識的なヒーローとはこうあるべきという考えを漠然と持っており、林間合宿で初めて戸賀卑弥呼と対峙した時はあまりにも一般常識からかけ離れた思考を持つ戸賀に対し困惑してしまいます。初めて会った時は全然会話が噛み合ってなかったもんね。その後ヒーロー候補生として経験を積み、死へ8歳改編で視線をくぐったお茶子は自分の中のヒーロー像が固まってきたところで再び戸賀卑弥呼と対峙します。ギガントマキアが迫ってくる時に民家で戦った時だね。この時のお茶子は私をどうしたいと問いかける戸賀に対し、ヒーローとしてごくごく一般的な模範回答、好きに生きて他人を脅かすならその責任は受け入れなきゃいけないと糾弾します。まっとうな回答だし当然の返答だよね。お茶子の回答はヒーローとして正しい答えではあるものの、戸賀卑弥呼には響かず涙を浮かべて逃走する姿にお茶子は心にもやがかかるような感覚を覚えます。お茶子はこの時何を思っていたのかな。戸賀卑弥呼の涙に対し漠然とした違和感を感じていたお茶子が違和感の正体に気づいたのは未成年の主張の時です。 UA を飛び出したデクが戻ってきて民衆にめちゃくちゃ責められるところだね。この時お茶子は疲れ果てたデクを守るために民衆の矢面に立ち必死に説得をしました。幼い頃から人の笑顔を見るのが好きだったと思い出したお茶子は、ヒーローが辛い時ヒーローを守ってあげる存在になりたいと強く思った時、戸賀卑弥呼の悲しそうな顔が脳裏に浮かびます。全ての人の笑顔を守りたいって思ってたのに、無意識にヴィランのことは排除していたことに気がついたんだね。最終決戦の直前、デクと2人で話した時にお茶子は戸賀卑弥呼のことが気になりつつも答えが出せず、めちゃくちゃになった街を眺めることで余計なことは考えないようにと胸に抱いた違和感を押し殺そうとするのですが、デクがふとこぼした戦いは避けられなくてもその奥にあるものを無視したくないという言葉にハッとしたような表情を浮かべます。すごく難しい問題だけど、お茶子は戸賀卑弥呼とどう向き合っていくんだろうね。結局お茶子と戸賀卑弥呼はどうなったの？変身の個性と思考回路の読めなさから最も危険なヴィランとして奥戸島に隔離された戸賀卑弥呼でしたが、黒霧のワープゲートによって群訝山荘に転送され TWICE に変身したことで日本各地を埋め尽くすほどに分身を増殖し続けています。お茶子とつゆちゃんも戸賀卑弥呼を追って群訝山荘に来たけど、かなり絶望的状況だよね。 TWICE の増殖を土流の個性で抑えていたピクシーボブが力尽き、一気に増殖スピードが速まったことでなすすべなくヒーローたちが飲み込まれていく中、懸命に一人戦い続けるお茶子は無数の TWICE の中から涙を浮かべる戸賀卑弥呼本体を見つけ出すことに成功します。でもさ、お茶子一人だけじゃもうどうしようもできないよ。数十万以上の TWICE が押し寄せる中、ゼログラビティによって戦場をかけるお茶子の前に戸賀卑弥呼はつゆちゃんを人質に取りお茶子に揺さぶりをかけます。
つゆちゃんも奥戸島の戦いが響いてて力尽きる寸前だったんだ。何度もしつこく対話を求めるお茶子にしびれを切らした戸川。お茶子の目の前でつゆちゃんを殺そうとするも、寸前のところで森林カムイと次郎京香が駆けつけ、つゆちゃん救出に成功します。しかし負傷したつゆちゃんや次郎の血液を吸ったトゥワイスが2人の姿に変身しながら増殖し続けるという地獄絵図の中、こうなる前にチームアップして戸賀卑弥呼を殲滅するべきだったと森林カムイが諦めかけたその時、戸賀の狂人がお茶子を貫きます。お茶子めちゃくちゃ吐血してるし、これって死亡確定なんじゃ。お茶子が刺され森林カムイすらも諦めかけた絶望的状況の中、戸賀卑弥呼のオリジンが明かされていきました。キュリオスと戦った時に回想シーンがあったけど、戸賀卑弥呼目線での過去回想は初めてだよね。血を吸うことで他者に変身する個性を持って生まれた戸賀卑弥呼は、生まれ持っての吸血衝動が原因で幼い頃から異常者扱いされ続け、ついには両親にすら化け物を産んでしまったと見放されたことで心を病んでしまったことが明かされます。自分にとっての当たり前が世間では異常だったっていうだけなんだけど、本人からしたら絶望でしかないよね。信楽戸村やダビはヴィランになってしまった理由があるのですが、戸賀卑弥呼に至っては生まれ持っての性癖が致命的という、もはやどうすることもできないことが根底にあるため、両親の言う化け物を生んでしまったという表現が確信をついており、化け物が社会に溶け込めなかったのは当然とも言えます。強制したくてもできないのは辛いね。自分の異常さに気づいてはいるものの、どうすることもできない戸賀卑弥呼は個性カウンセリングでも人格を否定され、両親からも見捨てられたことがトラウマとなりヴィランに落ちていってしまうのですが、思い返してみると彼女は初登場時からお茶子に助けを求めていたことが分かってきました。林間合宿の時は快楽殺人者って感じだと思ったけど、初めてお茶子と会った時、戸賀は一方的に私たちそっくりだねとお茶子に共感を求めますが、お茶子はドン引きしてしまい対話になりませんでした。全面戦争編でも戸賀はお茶子に私をどうしたいと問いかけますが、真意を汲み取れなかったお茶子はそんなことのためにと戸賀の抱えている問題に気づくことはできず、デクからもらった人形が落ちた時、好きな気持ちはしまっとくんだとお茶子が言ったことに対して、私もずっと我慢していたと初めて本心を言いかける戸賀でしたが、またしてもお茶子に拒絶されてしまったことで彼女はお茶子との対話を諦めてしまいます。戸賀卑弥呼の過去を知ってから見ると、どうしていいかわからないから助けてって言ってる戸賀卑弥呼をお茶子が全否定して対話する気もないって拒絶していることがよくわかるね。お茶子にずっと助けを求めていた戸賀でしたが、完全に否定されてしまったことでお茶子を見限り、最後の希望としてデクにすがるようにねえヒーロー、私をどうしたいと打ち明けるも、デクからも拒絶されてしまい完全に心を閉ざしてしまいます。この時点でお茶子は戸賀卑弥呼が助けを求めていることに気づいていたけど、今度は戸賀が対話を拒絶してしまったからちゃんと話ができていなかったんだよね。初めて出会った時からすれ違い続け対話ができていなかった2人ですが、群訝山荘でお茶子が涙を流す戸賀の異変に気づいたことで、皮肉にもこの混沌とした状況下で初めて本心でぶつかり合う準備ができました。ここに来てやっと2人で恋バナができる準備が整ったってことだね。でもさ、今さら話し合いで解決する状況じゃないよね。それは違います。逆に言うと話し合いでしか解決できない状況になってしまったというのが正しいでしょう。それはどういうこと？無限にトゥワイスが増え続ける中、群訝山荘にいる全てのヒーローが飲み込まれ、近くにいるホークスや轟将と飯田天也も身動きが取れない状況の中、森林カムイが言うように初手で戸賀を完封できなかった時点でヒーローの負けは確定しています。どんなヒーローが来てももう止められないのかな。唯一の可能性としては、ステインが戸賀卑弥呼の血を舐め全てのトゥワイスが行動不能になるという展開がありえなくもないですが、ステインのいる上の国トゥワイスは発生していないため、ステインが決定打になることはないでしょう。時間稼ぎで登場することはあるかもね。群訝山荘に限って言えば、轟将とやホークスなど広範囲攻撃ができるヒーローが復活すればトゥワイスを制圧することは可能です。しかし日本各地に散らばったトゥワイスを全て止めることは不可能で、もし戸賀卑弥呼を殺すことができたとしても
TWICE の分身体は本体が死んでもしばらく活動できることは TWICE 自身が証明しています。もしトガを止められても数分あれば他の戦場から無限増殖する TWICE が日本を侵食してしまうってことだよね。仮に TWICE を殲滅できる援軍が来たとしても、それでは戸賀卑弥呼の根本的な問題は解決せず、ヴィランは問答無用で排除するという構図になってしまうため、全ての人の笑顔を守りたいというお茶子の望みは叶いません。じゃあどうすればいいのさ。そのための恋バナではないでしょうか。現在の戸賀卑弥呼はお茶子に本心を見抜かれ、激怒している状態です。本来であれば TWICE のまま増殖し続けるのが一番効果的にもかかわらず、つゆちゃんやジローに変身してしまい、増殖のスピードを遅くするような行動をとっていることから、精神的にかなりのパニック状態になっていることがわかります。つゆちゃんに変身した個体の分だけ TWICE の個性が使えなくなるから、あんまり変身する意味ないよね。幸いにも増殖しているのは TWICE 本人ではなく、TWICE に変身した戸賀卑弥呼自身ということが判明しているため、お茶子との対話に分身たちも耳を傾ける可能性はあり得るのではないでしょうか。お茶子の説得だけがこの状況を打開できる切り札ってことなんだ。でもとても会話できる状況じゃないよ。致命的な傷を負い、敗北寸前にまで追い込まれてしまったお茶子。その状況で戸賀卑弥呼は TWICE を思い出しているのですが、このヴィラン名つけねえのという過去回想にも重要な意味が隠されているのではないでしょうか。TWICE のヴィラン名つけねえのってどういう意味なんだろう。これまで戸賀は自分のことをヴィラン名ではなく本名で呼んでいました。このヴィラン名というのはヒーロー名と同じく、その人そのものを表す重要な役割を持っており、爆豪や飯田天也はヒーロー名を決めたことがきっかけで真のヒーローへと成長しました。逆に言うとヴィラン名が確定してしまうと完全なヴィランになっちゃうってこと。戸賀卑弥呼自身がヴィラン名を名乗っていないということは、まだ彼女は迷っているということの裏付けになるのではないでしょうか。本物のヴィランになるのかどうか迷っているってこと。生まれ持っての性癖に悩み苦しんでいる戸賀卑弥呼はヒーローに助けを求めるも拒絶され続けてきました。しかしそれでも頑なにヴィラン名を名乗らなかったというのは、彼女自身まだ救われたいと思っているのではないでしょうか。いろいろ悪いことしてきたけど本当はヒーローに助けてほしかったのかな。この戦いで彼女がヴィラン名を名乗るのか、戸賀卑弥呼としてとどまるのか、そこが大きなターニングポイントになりそうですね。ということで今回は392話ヴィラン名について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。コメント欄でみんなが予想する戸賀卑弥呼のヴィラン名を教えてね。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ。